今回は驚くほど柔らかい酒粕チャーシューの作り方をご紹介します。以前酒粕ベーコンの動画を投稿したところ、想像以上に嬉しい反響をたくさんいただきましたので、今回はさらにパワーアップしてチャーシューバージョンを作ってみました。より簡単に作っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はバラ肉で作ります。肩ロース肉でも作れますので、お好みのお肉をご用意ください。お肉にフォークを刺して穴を開けます。表、裏、側面と全体的に穴を開けていきましょう。こうすることで漬け込み液が染み込みやすくなり、お肉も柔らかくなります。お肉はジッパー付き保存袋に入れておきましょう。お肉は酒粕で漬け込みます。今回はバラ粕を使います。これから酒粕を購入される方は、もともとペースト状になっている練り粕がおすすめです。練り粕で作る場合は、調味料を加えてホイッパーで混ぜるだけなので簡単です。ブレンダーやミキサーに酒粕を入れます。ブレンダーがない場合は、すり鉢に入れて混ぜるか、袋に入れてから揉んで、ペースト状にすることもできます。袋で作るやり方は、以前の動画でご紹介していますので、ぜひご覧くださいね。酒粕 50g と醤油 50g を入れます。みりんは 20g。にんにくと生姜は1かけ分。あとはブレンダーで混ぜるだけです。滑らかになったら OK です。袋の中に酒粕ペーストを入れます。よく揉み込みましょう。味にムラが出ないようにまんべんなく塗っていきます。酒粕効果で臭みが抑えられて旨味が増し、しっとりと柔らかくなります。酒粕ペーストをお肉の方に集めて、袋の空気を抜いて密閉したら3日間冷蔵庫で寝かせます。3日経ちました。これから焼いていきますが、オーブンで焼く方法とフライパンで焼く方法を2つご紹介しますので、お好きな方で作ってくださいね。オーブンの天板にアルミホイルを敷いたら、油が下に落ちるように網を敷きます。網がない場合は直置きで大丈夫です。酒粕は後でチャーシューのタレとして利用するので、ゴムベラで軽く落としておきましょう。お肉が長いので半分に切りました。この時にお肉の表面についている酒粕をキッチンペーパーで拭き取ってから焼くようにしましょう。150度に設定したオーブンで50分焼いていきます。焼き時間は目安ですので、もっと分厚いお肉の場合は焼き時間を増やしてください。
次はフライパンバージョンです。お肉の表面についた酒粕をペーパーで拭き取ってから焼くようにしましょう。お肉の脂身を下にして焼きます。今の火加減は弱火と中火の間です。ジュージューと焼けてきたら弱火にしましょう。あとは弱火で時々裏返しながらゆっくり火を通していきます。返したら蓋をしてしばらく経ったらまた返して全体を15分くらいかけながらじっくり焼いていきます。時々返しながらすべての面を焼いて15分経ちました。まだ中の方は完全に火が通っていないので蓋を閉めて20分くらいそのまま置いておきましょう。蓋を閉めて余熱で火を通すことでオーブンで焼いたのと同じような感じになります。20分経ちました。これからタレと一緒に少し煮込むんですが、油がかなり出てしまっているので一度油を取り除きます。茶こしにペーパーを敷いて油をこすときれいなラードが残ります。ラードは熱に強く酸化しづらい油ですので炒め物など他のお料理に使ってくださいね。油をよけたら旨味が残ったフライパンは洗わずにそのまま酒粕の漬けだれを入れていきましょう。お酒を大さじ3入れます。混ぜて漬けだれを緩くしたら弱火にかけながらお肉を煮ていきましょう。弱火でまた10分くらい煮ることで中までしっかり火が入ると思います。もし途中で酒粕が煮詰まりすぎてしまったら水を少しずつ足しながら煮るようにしてください。煮込んだ後は柔らかく肉汁が出てしまいやすいので少し冷ましてから切った方がいいと思います。中までしっかり火が通っています。オーブンで焼いた方も完成しました。こんがり焼けています。豚肩ロースも焼いたんですが、こちらは豚バラ肉よりも厚いので合計70分焼きました。こちらも冷めてから切った方が肉汁が逃げません。豚肩ロースも切ってみます。こちらもしっとり美味しそうにできました。余った酒粕の漬けだれは調味料と合わせて火にかけながら混ぜてチャーシューのタレにしましょう。
煮詰めてアルコールを飛ばせば、アルコールが苦手な方でも食べられます。酒粕のクリーミーなタレでチャーシューだけではなく他のお料理にもお使いいただけます。完成です。それぞれ食べ比べをしてみた結果、オーブンで焼いたものとフライパンで焼いたものにそこまで出来上がりに大きな差はありませんでしたので、ほったらかしで作れるオーブンがおすすめです。オーブンがない方はフライパンで作ってみてください。豚バラ肉は脂が多い分しっとりしています。豚肩ロースもパサついた感じはなく、肉々しいのでさっぱりいただける印象です。タレもつけてみます。このタレをつけるといつものチャーシューと違った美味しさを味わえます。チャーシューは冷蔵庫で1週間から10日ほど保存できます。使わない分は冷凍で1ヶ月くらい持ちます。とても簡単なのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。